季節外れの桜。第一章、閉ざされた窓。窓の外は春の陽気にあふれていた。桜並木は満開を迎え、新学期の高校生たちがにぎやかに通学する姿が見える。だが、桜井誠一の部屋の窓は固く閉ざされていた。カーテンの隙間から差し込む光が、暗い部屋の中で浮かび上がらせるのは、壁に貼られたサッカー選手のポスターと、隅に転がるボロボロになったスパイクだけだ。誠一、朝ごはんできてるよ。母の声が階下から聞こえるが、誠一は答えない。ベッドに横たわったまま、天井を見つめる。右足首に巻かれた包帯が、彼の現実を象徴していた。あの日から3ヶ月が過ぎた。県大会決勝。延長戦の末に訪れた PK 戦。キーパーとして最後の砦を任されていた誠一は、相手の強烈なシュートに体を投げ出した。ボールは弾き出せたが、着地の瞬間に聞こえた鈍い音と、足首を走り抜けた激痛。診断は、複雑骨折と靭帯断裂。手術は成功したと医者は言ったが、完全復帰は難しい。という言葉は、誠一の心に深い傷を残した。プロサッカー選手になるという夢。小学校からの10年間、毎日欠かさず練習してきた唯一の目標が、一瞬で消え去ったのだ。誠一、いい加減にしなさい。もう1ヶ月も学校に行ってないのよ。部屋のドアを開け、弁当箱を持った母が立っていた。憔悴した表情に、少しの怒りと多くの心配が混ざっている。行く意味ないだろう。誠一は壁を向いたまま言った。俺はサッカーしかできないんだ。それができなくなったなら、そんなこと言って、母の声が震える。あなたはまだ17歳よ。これからだって出て行ってくれ。誠一は冷たく言い放った。母は何か言いかけたが、ため息をついて弁当箱だけを置いて部屋を出て行った。再び静寂が戻った部屋で、誠一はスマホの画面を眺める。かつてのチームメイトたちの SNS には、練習や試合の写真があふれている。コメント欄に、桜井、早く戻ってこいよ、という言葉を見つけても、既読すらつけなかった。かつての自分には戻れない。そんな姿を誰にも見せたくなかった。窓から見える桜並木の花びらが風に舞う。誠一は思う。あんな風に散るように、自分の夢も散ってしまったんだと。第2章、一枝の奇跡。5月の終わり、梅雨入り前の蒸し暑い午後だった。誠一、少しは外の空気を吸いなさい。体に悪いわよ。窓を開けようとする母を、誠一はぶっきらぼうに制した。いいって、そのままでいい。だが、窓から差し込んだ一条の光が、何かを照らし出したように思えた。誠一は思わず窓辺に近づいた。裏庭の隅、古い桜の木の枝に、不可思議な光景を見つけた。一枝だけ、小さな花をつけた桜が、静かに咲いていたのだ。こんな時期に、誠一は思わずつぶやいた。桜はとっくに散り、葉桜の季節になっていたはずだ。季節外れに咲いた一枝は、風に揺れながらも凛として花をつけていた。好奇心に突き動かされるように、誠一は3ヶ月ぶりに部屋から出た。母は驚いた顔で息子を見たが、何も言わずに見送った。靴を履かず、スリッパのままで裏庭に出る。
松葉杖を頼りにゆっくりと歩み、桜の木の下にたどり着いた。上を見上げると、確かに一枝の桜が咲いていた。なぜこんな時期に、なぜただ一枝だけに、そんな疑問が湧いたとき、隣家の庭から声が聞こえた。きれいね。その桜。声の主を探すと、隣の庭との境界に近い場所に、車椅子に座った少女がいた。黒髪が風に揺れ、膝の上にはカメラを乗せている。年は誠一と同じくらいだろうか。切れ長の目が優しく微笑んでいた。俺、知らなかったけど、隣に引っ越してきたの？誠一は尋ねた。先週よ。私、葉月っていうの。倉田葉月。あなたは？桜井誠一。自分の声が不自然に硬いことに気づいた。人と会話するのがこんなに下手になっていたなんて。桜井くん、まるで桜の木のように、名前が季節を運んできたのね。少女は嬉しそうに言った。その桜の花、取ってもいい？誠一は黙ってうなずいた。葉月は車椅子をフェンスに近づけ、カメラを構えた。シャッター音が静かな午後に響く。春の終わりなのに咲いてるなんて、不思議な桜ね。葉月はカメラの画面を確認しながら言った。でも、季節外れってだけで、こんなに美しいものが見過ごされちゃうのは残念だと思わない？その言葉に、誠一は自分自身を重ねた。季節外れ、場違い。そう、自分はもうサッカーの世界では季節外れの存在になってしまったのだ。誠一は葉月の車椅子を見ながら尋ねた。俺と同じように怪我でもしたの？葉月は穏やかな表情のまま答えた。生まれつきの病気よ。でも大丈夫。私にはカメラがあるから。そして彼女は誠一に向かって屈託のない笑顔を見せた。また会えるかな？誠一は何も答えられなかった。ただ、その日初めて、自分の閉ざされた世界から一歩、外に踏み出したような気がした。第3章、レンズ越しの世界。翌日、誠一は再び裏庭に出ていた。季節外れの桜を見るためだと自分に言い聞かせたが、本当は葉月に会いたいという気持ちがあったことを認めたくなかった。昨日の彼女の屈託のない笑顔が、不思議と心に残っていた。自分のように怪我ではなく、生まれつきの病気で車椅子に乗っているというのに、こんなにも明るく前向きでいられる葉月に、誠一は戸惑いと同時に奇妙な感銘を受けていた。俺みたいに塞ぎ込まずに、そんな思いが頭をよぎる。案の定、庭の隅に車椅子が見えた。今日も葉月はカメラを手に何かを撮影していた。おはよう、桜井くん。また会えたね。葉月の声は明るく、昨日の続きのようだった。ああ、曖昧に返事をする誠一に、葉月は構わず話し続けた。見て、この写真、昨日撮ったの。葉月はカメラの画面を誠一に向けた。そこには季節外れの桜が、青空を背景に鮮やかに捉えられていた。光の当たり方が絶妙で、一枝の花が希望そのものに見えた。すごいな。ただの花なのに、誠一は思わず感嘆の声を上げた。ただの花じゃないよ。葉月は首を振った。この桜は、誰も気づかない時期に咲く勇気を持ってる。それって、すごいことだと思わない？誠一は黙って葉月を見た。彼女の言葉には不思議な力があった。写真って面白いよ。同じものを見ていても、
レンズ越しだと全然違って見えるの。葉月は続けた。私、毎日違うものを撮ってるの。見せてあげようか？誠一はうなずいた。葉月はカメラのギャラリーを開き、次々と写真を見せてくれた。朝露に濡れた葉、空を飛ぶ鳥の軌跡、街角のごく普通の光景、どれも何気ない日常のものなのに、葉月のレンズを通すと特別な輝きを持っていた。どうやったらこんな風に撮れるんだ？誠一は思わず聞いた。秘密は見る角度を変えることかな。葉月は笑った。同じものでも違う角度から見れば全く違って見えるの。俺には無理だよ。誠一は自分の足を見た。もう何も変わらない。葉月は一瞬静かになったが、すぐに明るい声で言った。試してみない？カメラ貸してあげるよ。突然のことに戸惑う誠一に、葉月はカメラを差し出した。撮りたいものを撮ってみて。何でもいいの。明日見せてね。でも、約束だよ。葉月の目は真剣だった。私、明日も来るから。その日、誠一は久しぶりに長い時間、外にいた。カメラを手に、最初は何を撮ればいいのかわからず戸惑った。だが、葉月の言葉を思い出し、見る角度を変えてみることにした。自分の部屋の窓を外から撮る。母の育てている花々を接写する。かつては何とも思わなかった風景が、ファインダー越しに新しく見えてきた。帰り際、誠一は葉月に言われた言葉を思い出した。私の世界は小さいかもしれないけど、でも、その分だけ深く見るようにしてる。限られているからこそ、見えるものがあるの。誠一はその言葉を胸に、3ヶ月ぶりに、夕食の時に家族と同じテーブルに着いた。第4章、小さな一歩。1週間が過ぎた。誠一と葉月は毎日、庭で会うようになっていた。2人は写真を交換し、時には葉月の指導のもと、誠一も撮影に挑戦した。この角度いいね。光の使い方が上手くなってきてるよ。葉月は誠一の写真を褒めた。でも、もっと近づいてみたら？対象に近づくほど、見えてくるものがあるから、近づく。か。誠一はその言葉に考え込んだ。自分は怪我をしてから、すべてから距離を置いてきた。チームメイト、友人、家族、そして自分自身からも。葉月は、学校には行ってるの？誠一は尋ねた。通信制なの。病院に行く日も多いから。葉月は淡々と答えた。でも、クラスメイトとはオンラインでよく話すよ。桜井くんは？俺は、誠一は言葉を詰まらせた。言ってない。もう、行く意味がないから。葉月は少し考え込むように黙ったが、やがて言った。明日、一緒に出かけない？出かける？どこに？近所の公園。午前中。光が綺麗なんだ。撮影スポットを教えてあげる。誠一は迷った。庭の外に出るのは、まだ心の準備ができていなかった。かつてのチームメイトに会うかもしれない。傷ついた自分を見られるかもしれない。大丈夫。私が一緒だよ。葉月が言った。それに、私の方が目立つから、誰も桜井くんなんて見ないよ。冗談めかして笑う葉月に、誠一は思わず苦笑いを返した。次の日、二人は公園に向かった。
誠一は久しぶりに家の外に出る緊張で言葉少なだったが、葉月は明るく話し続けた。公園には朝の光が差し込み、葉月の言う通り、絶好の撮影スポットだった。あそこの木陰と光のコントラスト、素敵でしょう？葉月が指さす方向に、誠一はカメラを向けた。シャッターを押す手が震える。桜井くん、もう少し低い位置から撮ってみたら？葉月がアドバイスする。誠一は膝をついて構図を変えた。その瞬間、公園の向こうから声が聞こえた。おい、桜井先輩じゃないか。振り向くと、サッカー部の後輩、中島と岡田が立っていた。誠一は一瞬逃げ出したい衝動に駆られたが、体が凍りついたように動けなかった。先輩、久しぶりです。二人が近づいてくる。学校、来てないっすね。みんな心配してますよ。ああ。誠一は視線をそらした。ねえ、紹介してよ。葉月が誠一の腕を軽く引っ張った。あ、こいつは葉月。隣に住んでる。誠一は言葉少なに紹介した。こいつらは、サッカー部の中島です。岡田っす。二人は元気よく挨拶した。写真、撮ってるんですか？中島が興味深そうに尋ねる。うん。桜井くんが教えてくれてるの。葉月は自然に答えた。誠一は驚いて葉月を見たが、彼女はウインクを返した。へえ、先輩そんな趣味あったんすね。岡田が感心したように言う。部活、どうっすか？見学にでも。無理だよ。誠一は思わず強い口調で言った。もう俺は、葉月が割り込んだ。桜井くんの写真、すごく上手なの。特にスポーツシーンの切り取り方が素晴らしいの。動きのある瞬間を捉えるセンスがあるんだよね。後輩たちは興味を示し、誠一は戸惑いながらも、自分が撮った写真を見せた。確かに動きのある場面の切り取り方には、サッカーで培った瞬間を捉える感覚が生きていた。先輩、もしよかったら部活の試合、取りに来ませんか？中島が提案した。記録用の写真が欲しいんですよ。誠一は言葉に詰まったが、葉月が助け舟を出した。考えておくって。桜井くん言ってるよ。また連絡するね。後輩たちが去った後、誠一は深いため息をついた。なんで、そんなこと言うんだよ。だって、本当のことじゃない。葉月は真剣な眼差しで誠一を見た。桜井くんの写真には、動きが見えるの。静止した画像なのに、次の瞬間が想像できるの。それってすごいことだよ。誠一は黙って葉月を見つめ返した。彼女の言葉は、閉ざされていた何かを少しずつ開いていくようだった。第5章、光と影。6月も半ばを過ぎた頃、誠一は少しずつ変わり始めていた。毎朝、葉月と会うのが日課になり、時には公園や近所の神社へと足を伸ばすようになった。カメラを通して見る世界は、自分が思っていたよりも広く、豊かだった。おはよう、桜井くん。いつものように庭で待っていた葉月だったが、その顔色が優れないことに誠一は気づいた。大丈夫か？顔色悪いぞ。ちょっと疲れてるだけ。葉月は笑おうとしたが、その笑顔は弱々しかった。今日はどこに行く？無理するなよ。今日は休んだ方がいいんじゃないか？大丈夫だよ。
葉月は首を振った。それより、あの約束どうなった？サッカー部の撮影。誠一は言葉を濁した。まだ、考え中だよ。実は昨日、中島から再び連絡があり、週末の練習試合の撮影を頼まれていた。断りきれず、考えておくと返事したものの、本当に行く勇気があるかどうか、自信がなかった。行こうよ。葉月は真剣な表情で言った。私も見学させてもらうから。でも、桜井くんの撮った写真、みんなに見てもらいたいな。特にあの一枚。葉月が言っているのは、先日誠一が撮った一枚の写真だった。公園で少年たちがサッカーをしている場面を捉えたもので、シュートを放つ瞬間の少年の表情と、それを見守る仲間たちの姿が鮮明に写っていた。誠一自身、あの写真にはある種の誇りを感じていた。わかった。行ってみる。葉月は嬉しそうに微笑んだが、その直後、咳き込み始めた。葉月。誠一が駆け寄ると、葉月の手のひらに小さな血の跡が見えた。病院に行くぞ。今すぐ。大丈夫。葉月は弱々しく言った。今日は薬を飲み忘れただけ。だが誠一は聞き入れず、葉月の母親に連絡した。すぐに車で病院へ向かうことになった。一緒に来てくれる？葉月が誠一の手を掴んだ。怖いんだ。初めて、葉月の弱さを垣間見た気がした。誠一は黙ってうなずいた。病院の待合室で、誠一は葉月の母、倉田さんから事情を聞いた。葉月の病気は進行性のものなの。静かな声で倉田さんは語った。最初は足だけだったけど、徐々に内臓にも影響が出始めているの。治る見込みは？誠一は恐る恐る尋ねた。倉田さんは悲しそうに首を振った。今は対処療法しかないの。でも、葉月が最近こんなに明るくなったのは、誠一くんのおかげよ。本当にありがとう。診察を終えた葉月は、疲れた様子ながらも笑顔を見せた。心配かけてごめんね。でも大丈夫。また元気になるから。帰り道、車の中で葉月は誠一に言った。桜井くん、約束は守ってね。写真、撮りに行くんだよ。ああ、わかってるよ。誠一は窓の外を見ながら言った。葉月ほど強くはない自分が、彼女のためにできることは何なのか、初めて真剣に考えていた。週末、誠一は勇気を出してサッカーグラウンドへ向かった。葉月は体調が戻らず来られなかったが、電話で、頑張って、と言ってくれた。グラウンドに立つと、懐かしい風景が広がっていた。芝生の匂い、ボールを蹴る音、選手たちの掛け声、誠一の心は痛みと懐かしさで満ちた。先輩、来てくれたんですね。中島が駆け寄ってきた。ああ、誠一は気まずそうに答えた。写真、撮らせてもらうよ。試合が始まると、誠一はカメラを構えた。ファインダー越しに見るサッカーは、不思議と冷静に見ることができた。選手たちの動き、フォーメーション、攻撃のタイミング、かつて自分が感じていたリズムが、画面の中で蘇っていた。中島、左からのクロスを待て。気づけば誠一は声を上げていた。中島は一瞬驚いたが、誠一の指示通りに動き、見事なヘディングシュートを決めた。先輩、すごい。
どうしてわかったんですか？試合後、中島が興奮した様子で尋ねた。写真を撮っていると、流れが見えるんだ。誠一は自分でも驚くような答えを口にしていた。次の動きが予測できるというか、先輩、もっとアドバイスください。岡田も加わった。コーチが言うのとは違う視点で見てくれるから、すごく参考になります。誠一は戸惑いながらも、自分の見たままを伝えた。選手たちは真剣に聞き入り、誠一の言葉にうなずいていた。その日、誠一は多くの写真を撮り、多くの言葉を交わした。そして初めて気づいた。自分はサッカーを失ったわけではない。ただ、関わり方が変わっただけなのかもしれないと。第6章、崩れゆく世界。7月に入り、梅雨が明けた。強い日差しが照りつける中、誠一は葉月の家を訪ねていた。彼女は退院したものの、まだ完全には回復せず、外出を控えていた。入るよ。誠一は葉月の部屋のドアをノックした。室内には壁一面に写真が貼られていた。風景、花、動物、そして最近では誠一の撮った写真も加わっていた。調子はどう？誠一は椅子に座る葉月に尋ねた。少しずつ良くなってるよ。葉月は笑ったが、その顔色は依然として優れなかった。桜井くんの活躍、聞いたよ。サッカー部のみんなに指導してるんだって？指導って大げさだよ。誠一は少し照れた。ただ感じたことをアドバイスしてるだけだ。先週の試合以降、誠一は週に2度、サッカー部の練習を見学するようになっていた。写真を撮りながら気づいたことを選手たちに伝え、時には簡単な戦術指導もしていた。でも、みんな桜井くんの言うことをよく聞くんでしょ？葉月はニコリと笑った。それって才能だよ。見る目があるってことだから。誠一は黙って窓の外を見た。確かに、自分の言葉で選手たちがプレーを変え、成長していく姿を見るのは、ある種の充実感があった。だが、その一方で、自分自身がプレーできない現実は依然として重く心にのしかかっていた。ねえ、桜井くん。葉月が静かな声で呼んだ。あの桜、まだ咲いてる？ああ、まだ咲いてるよ。不思議なことに、誠一は答えた。季節外れの桜は、まだその一枝だけが花をつけ続けていた。見せてほしいな。葉月の声には切実さがあった。もう一度、あの桜を見たいんだ。誠一は葉月の様子に不安を覚えた。来週には外出できるんじゃないのか？医者もそう言ってただろう？葉月はぼんやりとうなずいた。そうだね。来週になったら、帰り際、誠一は葉月の母に会った。倉田さんの表情は暗く、疲れていた。誠一くん、彼女は少しためらいながら言った。葉月のこと、これからもよろしくね。彼女、誠一くんのことをとても、言葉が途切れた。誠一は何も言えず、ただうなずくしかなかった。翌日、誠一はサッカー部の練習を見学していた。選手たちは以前より生き生きとプレーし、誠一のアドバイスに熱心に耳を傾けていた。桜井くん、練習後、顧問の武田先生が声をかけてきた。ちょっといいかな。はい。誠一は緊張しながら応じた。君のアドバイス、
選手たちにとても良い影響を与えているよ。武田先生は真剣な表情で言った。実は相談があるんだ。来年からアシスタントコーチとして手伝ってくれないか？誠一は言葉を失った。でも僕はまだ生徒で、卒業後の話さ。大学に行きながらでも可能だよ。コーチングの才能がある君をぜひチームに迎えたいんだ。誠一の頭の中は混乱していた。コーチ、それは考えたこともなかった道だった。だが、選手たちと関わり、自分の視点を伝え、彼らの成長を手助けすることに確かな喜びを感じていた。考えさせてください。誠一は慎重に答えた。帰り道、誠一の携帯が鳴った。画面には倉田さんの名前があった。倉田さん、どうしました？電話の向こうから聞こえたのは取り乱した声だった。誠一くん、葉月が倒れたの。今、救急車で。誠一の頭から血の気が引いた。どこの病院ですか？今から行きます。病院に駆けつけた誠一を待っていたのは、泣き崩れる倉田さんだった。容体が急変して、彼女は震える声で言った。ICU に入ってる。誠一は呆然と立ち尽くした。つい数時間前まで話していた葉月が、今は生死の境をさまよっているなんて信じられなかった。何か俺にできることは？誠一は必死に尋ねた。倉田さんは頭を振った。ただ祈るしかないの。その夜、誠一は病院の待合室で夜を明かした。葉月の容体は一進一退。医師からは内臓の機能が急速に衰えているとの説明があった。翌朝、わずかな面会が許された。ICU のベッドに横たわる葉月は以前の面影はなく、多くの管につながれていた。葉月、誠一は呼びかけたが、彼女は目を開けなかった。誠一は震える手でポケットから一枚の写真を取り出した。季節外れの桜を撮った最新の写真だった。見てくれよ。まだ咲いてるんだ。お前が見たがってた桜。涙がこぼれ落ちた。誠一は初めて自分の弱さをさらけ出していた。第7章、暗闇の中の光。葉月の容体は1週間経っても好転しなかった。誠一は学校にも行かず、サッカー部の練習も見学せず、ほとんどの時間を病院で過ごしていた。誠一、母が病院に差し入れを持ってきた際、心配そうに声をかけた。あなた自身も大切にしなきゃ。葉月ちゃんだって、そう望むはずよ。でも、誠一はうつろな目で窓の外を見つめた。葉月が目を覚ましたとき、俺がいなかったら、母は静かに息子の肩に手を置いた。葉月ちゃんがあなたに教えてくれたことを忘れないで。その夜、誠一は病院の屋上に立っていた。星空を見上げながら、これまでの日々を振り返った。サッカーの夢を失い、引きこもっていた自分。そんな自分を外の世界へと導いてくれた葉月。彼女のカメラ、彼女の視点、彼女の言葉。俺は何もできない。誠一は星空に向かってつぶやいた。無力感が体を包み込む。その時、ポケットの中のカメラが気になった。葉月から借りたままのカメラだ。電源を入れると、最後に葉月が撮った写真が画面に表示された。それは誠一の写真だった。
カメラを構えている自分の姿、真剣な眼差しで何かを捉えようとしている表情。その写真の下には小さなメモがあった。桜井くんへ、あなたの目は人の可能性を見抜く力がある。その才能を大切にして。葉月誠一は写真を見つめたまま長い間動けなかった。葉月は最初から信じてくれていたのだろうか。自分の中にあるまだ見ぬ可能性を。翌朝、誠一は久しぶりにサッカー部の練習場に足を運んだ。選手たちは驚いた表情を見せたが、すぐに喜んで迎え入れてくれた。先輩、大丈夫ですか？中島が心配そうに尋ねた。誠一は深呼吸していった。みんなに話があるんだ。グラウンドに集まった選手たちに、誠一は葉月のことを話した。彼女の病気のこと、彼女の写真への情熱、そして彼女が誠一に教えてくれたこと。彼女は限られた世界の中で最大限に生きている。誠一の声は震えていた。俺たちにはできることがある。全力でプレーすること。それが葉月への最高の贈り物だと思うんだ。選手たちは静かにうなずいた。その日の練習はいつになく真剣で熱のこもったものになった。練習後、武田先生が誠一に近づいてきた。考えは決まったかい？コーチの件。誠一はまっすぐに先生を見た。はい、やらせてください。これが俺の進む道だと思います。その日の夕方、誠一は葉月の病室に戻った。彼女はまだ目を覚まさず、静かに眠っていた。葉月、誠一はベッドサイドに座り、彼女の手を取った。聞こえてるかな？俺、コーチになることにしたよ。お前のおかげで、新しい夢ができた。だから、言葉が詰まる。誠一は頭を垂れた。だから、目を覚ましてほしい。まだ、撮りたい写真があるだろう？二人で見たい景色があるだろう？窓の外では、夕日が沈みかけていた。オレンジ色の光が病室を静かに照らしている。その時、誠一の手の中で、かすかな動きがあった。誠一が顔を上げると、葉月がゆっくりと目を開けていた。桜井くん、かすれた声だったが、確かに葉月の声だった。葉月、誠一は思わず声を上げた。意識戻ったのか。先生を呼んでくる。葉月はかすかに首を振った。大丈夫。聞こえてた。桜井くんの声。誠一は涙をこらえきれず、その場にうずくまった。ごめん。何もできなくて。違うよ。葉月は弱々しく微笑んだ。桜井くん、いつも強くなってる。医師を呼び、診察が終わった後、医師は誠一に言った。一時的な意識回復です。残念ながら、根本的な回復は難しいかと。言葉を濁す医師の話す意味を、誠一は理解した。時間は限られている。だからこそ、今できることをしなければと。第8章、新たな道。葉月の一時的な回復は、医師たちが小さな奇跡と呼ぶものだった。容体は依然として深刻だったが、意識がはっきりとした時間が少しずつ増えていった。写真、見せて。病室で葉月はそう言った。誠一は急いでカメラを取り出し、この2週間の間に撮った写真を見せた。サッカー部の様子、街の風景、
そして季節外れの桜の最新の様子。まだ咲いてるんだね。葉月は驚いたように言った。不思議。ああ、不思議なやつだよな。誠一は笑った。でも、花びらが少し散り始めてる。葉月はしばらく黙って写真を見つめていた。桜井くん、あの日、初めて会った日、あなたはとても悲しそうだった。葉月はゆっくりと言葉を紡いだ。でも今は違う。誠一は考え込むように窓の外を見た。確かに自分は変わってきていた。かつての絶望感は薄れ、新たな目標が芽生えていた。葉月のおかげだよ。誠一は正直に答えた。お前が俺の目を開いてくれた。葉月は小さく首を振った。違うよ。桜井くんが自分で見つけたんだよ。その後も誠一は毎日病院に通った。時には学校の宿題を持ち込み、葉月と一緒に勉強し、時にはサッカー部の戦術ボードを持ち込んで、試合の作戦を説明した。こうすれば、相手のディフェンスラインを崩せると思うんだ。誠一が熱心に説明すると、葉月は真剣に聞き入った。桜井くん、本当にコーチに向いてるね。葉月は微笑んだ。見る目があると思う。8月の初め、サッカー部の地区大会が開催された。誠一は特別にベンチ入りを許可され、武田先生と共に指揮を執った。先輩の言った通りにやります。試合前、選手たちが誠一に向かって声をかけた。必ず勝ちます。試合は接戦だった。前半は0対0の膠着状態。ハーフタイム、誠一は選手たちに語りかけた。みんな、いいプレーしてる。でも、もっと自分を信じていい。不安に思う必要はない。後半、チームは見違えるようなプレーを見せた。誠一のアドバイス通りの戦術が功を奏し、2対0で見事に勝利を収めた。先輩のおかげです。喜ぶ選手たち。誠一は照れくさそうに笑った。病院に戻ると、葉月はすでに試合結果を知っていた。倉田さんがリアルタイムで伝えていたのだ。おめでとう、コーチ。葉月は嬉しそうに言った。写真、撮った？ああ、たくさん撮ったよ。誠一はカメラを取り出した。みんなの表情が最高だったよ。葉月はゆっくりと写真を見た。そして、ふと言った。桜井くん、一つお願い。何でも言ってくれ。あの桜、見に行きたい。葉月の目は真剣だった。最後に、あの桜を見たいの。誠一は葉月の言葉の意味を悟り、胸が締め付けられる思いがした。しかし、彼は強くうなずいた。わかった。医者と相談して、必ず連れて行くよ。医師との何度もの交渉の末、葉月の短時間の外出が許可された。条件は万全の医療体制と、1時間以内の起院。誠一と倉田さんは、細心の注意を払って葉月を車椅子に乗せ、桜井家の庭へと向かった。久しぶり。外の空気。葉月は深呼吸をした。気持ちいい。庭に着くと、誠一は葉月の車椅子を桜の木の下に導いた。見上げると、季節外れに咲いた桜の枝はまだそこにあった。しかし、花びらの多くは散り、わずかに残るのみとなっていた。まだ、咲いてる。葉月の声には感動がにじんでいた。本当に、奇跡の花。ああ、奇跡だな。誠一は静かに同意した。
葉月に似てるよ。季節外れでも強く咲き続ける。葉月はカメラを手に取り、最後の一枚を撮った。シャッター音が静かな庭に響いた。桜井くん、ありがとう。葉月は誠一を見上げた。あなたに会えて本当に幸せだった。誠一は何も言えなかった。ただ葉月の手をぎゅっと握りしめるだけだった。第9章、散りゆく花びら。続く物語。葉月が亡くなったのはその3日後のことだった。穏やかな夜明け、彼女は眠るように息を引き取った。誠一は最後の瞬間に間に合わなかった。だが葉月は倉田さんに最後の言葉を残していた。桜井くんにカメラをあげて。葉月の葬儀は小さいながらも温かいものだった。彼女の撮った写真が祭壇を飾り、彼女が愛した世界の美しさを伝えていた。誠一はサッカー部の仲間たちと共に参列し、最後の別れを告げた。式の後、倉田さんは誠一にカメラと一枚の封筒を手渡した。葉月からよ。彼女は涙を浮かべながら言った。あなたのことを本当に大切に思っていたのよ。その夜、誠一は自分の部屋で封筒を開けた。中には一枚の写真と手紙があった。写真は季節外れの桜とその下に立つ誠一の姿。手紙には葉月の揺れる文字でこう書かれていた。桜井くんへ、このカメラを通して私は世界の美しさを記録してきました。限られた時間の中でできるだけたくさんの美しい瞬間を集めたくて、でも一番の宝物は桜井くんとの出会いでした。季節外れの桜が結んでくれた縁。私が桜井くんに教えられることは何もなかったかもしれません。でも桜井くんが自分で気づいていなかった才能を私は見ることができました。人の可能性を見抜く目、言葉で人を導く力、そして何より誰かのために強くなれる心。私の時間は限られていたけれど、桜井くんの時間はまだまだ続きます。これからの桜井くんが誰かの人生を変えていくのを想像すると、とても嬉しくなります。このカメラでこれからもたくさんの瞬間を捉えてください。そして時々空を見上げてください。私はきっとそこで桜井くんを見守っています。季節外れの桜のように、時に逆境の中でも強く咲く人でいてください。葉月より、誠一は手紙を胸に抱き、静かに涙を流した。翌日、誠一は庭に出た。季節外れの桜の花びらは、すべて散っていた。だが不思議なことに、その枝には小さな芽のようなものが見え始めていた。まるで新たな生命の兆しのように。カメラを手に、誠一はその目をファインダー越しに見つめた。レンズを通してみると、より鮮明に、より美しく見える。視点を変えれば、世界は違って見える。葉月が教えてくれたことだ。シャッターを押す。一瞬の永遠を切り取る。9月、新学期が始まった。誠一は1年ぶりに教室に戻った。旧友たちは驚いた様子だったが、誰もそれを口にはしなかった。誠一自身も、かつての自分とは違っていた。放課後、誠一はサッカー部の練習に顔を出した。先輩、選手たちが駆け寄ってくる。今日も指導をお願いします。ああ、誠一は微笑んだ。
今日は新しいフォーメーションを試してみよう。グラウンドの隅ではいつものようにカメラを構えてシャッターを切る。一瞬一瞬を大切に記録する。それは葉月から受け継いだ大切な習慣だった。帰り道、誠一は空を見上げた。澄み渡る秋の空。葉月はどこかで見守っているだろうか。また新しい写真が撮れたよ。誠一は小さくつぶやいた。みんな成長してる。俺も少しずつだけど。風が吹き、誠一の方を撫でていった。どこか優しく暖かい風だった。季節は巡り、人は変わる。散りゆく花びらの後に新たな芽吹きが訪れるように、誠一の物語もまた続いていくのだ。